皆さんこんにちは。ここは私のオフィスです。今日は朝一で韓国語のレッスンを受けます。朝一というのは朝一番最初という意味です。このパソコンにはカメラがありません。なので私は iPhone をカメラにしています。それをこの三脚につけています。でもこれだと画面がとても見にくいです。皆さんはカメラはどうつけていますか？いい方法があれば教えてください。韓国語のレッスンはiTalki で受けます。ここで iTalki について少し紹介します。iTalki is a hybrid language learning platform built around personalized one-on-one lessons with real teachers, supported by AI tools to help you improve faster. Improve your speaking and listening skills through real conversations with real-time feedback from native speaking teachers who guide your learning every step of the way. Lessons are flexible, affordable, and convenient. Here's my sample lessons with Judy 先生。 다른 수업은 어떤 수업인가요? 궁금해요. 그냥 물어봐요. iTalki에서 용어를 가르쳐요. 가르치고 있어요. 네. 선생님. Thanks to iTalki, I'm really lucky to have a teacher like Judy sensei. There are also iTalki Plus AI learning tools that enhance learning after you take a lesson by automatically generating additional learning content based on your actual lesson. It auto-generates the lesson summary complete with vocab and grammar explanations of what I talked about with my teacher. Then afterwards, it creates flashcards and practice quizzes and does progress tracking. Fun progression features track your learning journey and grow your fish body. By making you fish grow, you improve your language skills. Also, starting now, you can join the 2025 iTalki Language Challenge. It helps you stay committed and make real progress in 45 days. Climb the global leaderboard and earn exciting viewers by keeping up with your daily language learning journey. On iTalki, you pay per lesson, and lessons start at only $5. Click the link in the description to start learning on iTalki. Buy a lesson for $5 to get $5 off for the first lesson using a code FUMI9. The discounts are only available for the first 50 users. Thank you for listening. Now let's continue with my day. 韓国語のレッスンの後、英語を教えました。私は日本語以外に英語も時々教えています。その後、ポッドキャストのインタビューの編集をしました。いらない部分をカットします。動画をカットしたり、文字を入れたり、音を入れたりすることを動画を編集すると言います。また、YouTube などの動画はビデオではなく動画と言います。ポッドキャストへのリンクも貼っておくので、ぜひ見てみてください。字幕もついています。仕事の前におにぎりを作りました。
ボウルにご飯を入れます。おにぎりは3つ作ります。ご飯の真ん中に穴を開けます。これは鮭です。自分で焼きました。これは梅干しです。これは昆布と言います。海で育つ海藻です。醤油と砂糖で甘くしてあります。水で濡らした手に塩をつけます。鮭のおにぎりを握ります。これを握ると言います。なので、おにぎりと呼びます。また手に塩をつけます。夏は暑いので塩を多めにします。今度は昆布のおにぎりを握ります。三角にします。昆布がちょっと見えてますが大丈夫です。握り終わりました。ラップを3枚敷きます。これは海苔です。海苔も海で育つ海藻です。海苔をラップの上に置きます。ラップの下をおにぎりぐらいの大きさで折ります。ラップのところにおにぎりをのせます。そしてラップでこうやって包みます。できました。おにぎりと海苔の間にラップがあるので、海苔がパリパリのままです。なので、美味しく食べられます。おにぎりが3つできました。これは高校生の息子が持っていきます。夕方、新しいエアコンが来ました。エアコンをつける工事の人は、こうやって畳の上に布を敷きます。畳を傷つけないためです。このコンセントは新しいエアコンでは使えませんでした。なので、天井の上を通してこちらの台所から電気の線を引きます。工事の人が天井に穴を開けています。
穴が開きました。適当そうな穴ですが、大丈夫でしょうか？今度は台所です。台所の天井にも穴を開けます。工事の人が右手に持っているのはドリルで、左手に持っているのは掃除機です。作業をしながら掃除もします。穴に電気の線を通します。ここは寝室の押し入れです。ここから天井の上に入ります。工事の人は今この上にいますね。ところでこの時計は止まっています。この時の時間は6時15分ぐらいだと思います。今度はこっちのコードを上から引っ張っています。エアコンがつきました。注文してから2週間待ちました。さっきの穴もきれいになりましたね。こちらもいい感じになりました。今年の夏はとっても暑いです。6月から8月の気温はいつもより2度以上高かったそうです。別の日に友人と飲み会をしました。飲み会というのは夜お酒を飲みながらご飯を食べる会です。友人が車で迎えに来てくれました。こんにちは。すいません、ありがとうございます。すっごく暑い日だったので助かりました。車はコインパーキングに止めました。お店が見えてきました。こんにちは。お名前聞いてもいいですか？予約を取った名前を言いました。5時半でしたが、結構お客さんがいました。注文します。ジンジャー梅酒が一つと、はい、あと、生を3つ3つ。はい。生というのは生ビールのことです。飲み物が来ました。じゃあ乾杯しましょう。乾杯。お疲れ様です。一杯目を飲むときに乾杯します。失礼します。お通しになります。お通しというのは居酒屋でよく出てきます。注文しないけど出てくる料理でお金がかかります。こちらは注文した料理です。何を食べても美味しいお店です。
その後、隣のお店に行きました。とても楽しい夜でした。ゴさん、ヘラルドさん、Thank you for your super thanks. I really appreciate it. And that's all for today. If you liked this video, please like and subscribe to my channel. And please share it with your friends. Have a great day everyone and see you in the next one. またね。